ついに再販来たということで爆裂テンションが上がる1台を買ってきました。これタミヤビッグウィッグ、これ超待ってた。スーパー嬉しい。これはかっこいいですよね。ビッグウィッグは1986年に登場したマシンで、デザインに関しては言わずもがなレーシングカーデザイナーの由良拓也さんが手掛けたことで有名な1台ですね。ギアボックスは同年に発売されたブーメラン系と共通ですが、フロントのサスアームやメインシャーシは違ってて、特徴的なのはラック&ピニオン式のステアリング。スタイリングも構造も唯一無二なスペシャルな1台がこのビッグウィッグですね。由良さんって1951年生まれなので、よくよく考えてみると20代半ばでムーンクラフトを設立して30代半ばにはこんなビッグプロジェクトを手掛けてるってめっちゃすごいですよね。ちなみにビッグは大きい、ウィッグはカツラという意味ですが、この2つが合わさるとビッグウィッグ、大物とか重要人物という意味になるそうです。大きいカツラではございません。納得ですね。2017年に一度再販されてたみたいなんですけど、私がラジコンを始めた頃にはもう市場から消え去っていて、ずっと欲しかった1台なので、これはもうね、早速作っていこうと思います。でいくわー、カラフルだね。出していくよ。まず A パーツ、外装系かな。次に C パーツ、アップライトとダンパーマウント、あとこれとこれね。ビッグウィッグの最大の特徴ともいえるラック&ピニオン式のステアリング。私はこれのためにビッグウィッグを買ったと言っても過言ではないかもしれない。興味深いよね。で、あとはリアのアームも一緒に入ってる。で、こっちもアーム、フロントですね。ダンパー、ちょっと昨今ではあまり見かけないタイプのオイルダンパー。でかっめちゃでかいフロントバンパー、ホイール、ムーンクラフトのロゴが入ってるね。タグもあの頃のやつ、タイヤ、これもあの頃っぽいやつ。もう一丁ダンパー、これはリアかな。ギアボックス、このギアボックスは初めましてだな。ワクワクするね。これ何、なんかのカバー。ドライバーさん、ちょっとかっこいいヘルメットかぶってる。メインシャーシ、袋開けよう。これ V8 のヘッドカバーみたいなこのデザインスーパーかっこいいよね。ボディの前にこの小箱を開けていこう。パカーン、すんげえいっぱい入ってる。ちょっと出していこう。まずパーツバッグは組み立て順に A、B、C、D、E。やけに重いと思ったら金属パーツ盛りだくさんだね。それからサーボセーバー使うんか。またアップライトが出てきたよ。 C パーツのアップライトとは若干形が違うんだね。そしてギア類、これも初めましてだな。これビッグウィッグ専用 GT チューンモーター。いやー、これまたスーパーかっけえね。ちょっとこれ使えないから GT チューンモーター買ってこよう。箱の中身は以上です。そしてボディ、マジかっけえ早く作りたい。で、説明書とボディステッカーでね、ここにねデザインヒストリーみたいなのが書いてあるわけですよ。熟読してから作ります。いやー、すげーワクワクすんな。で、最後にイニシエのアンテナ棒が2本ついて以上になります。さあ、奥の名車を眺めながら作っていくよ。贅沢だねー。それではいただきます読みました？読みましたね。やっていこう。はい、これでリアのギアボックスが完成しましたね。ちょっとこの最後のはめ合わせが難しい。で、このギアボックスも RC ツール8本セットのちょうどいいサイズのドライバーだと穴に入らなくてネジを回せないので買ってきました。こちら、タミヤクラフトツールプラスドライバープロ L。これだったらですね、この穴にもしっかり収まって回せるんですよね。DT 系のギアボックスもこのドライバーならいけるので、お困りの方はぜひ試してみてください。で、ここからモーターが出てきますね。ということで、
買ってきました GT チューンモーター。こっちを使ってね、組んでいこうと思います。で、ピニオンが 13T と 15T の2種類付属してるんですけど、今回は 8.704 対1の 15T の方使っていこうと思います。やっていこう。はい、前後ギアボックスが完成して、ここから B の袋やっていくよ。はい、ということで前後のアームがつきまして、ここからパーツバック C やっていこう。ここでバスタブシャーシが登場。ここに U 張って入りてえ。ここからステアリングですね。結構サーボを選ぶよね。何でもつくんかな。やってみよう。ダメだ。斜めになるね。ここでケースが当たっちゃう。で、ここで当たっちゃうから、サーボがまっすぐになってくれなくて、軸が斜め向いちゃってる。ちょっと他のどうかな。
手持ちのサーボでいろいろ試してみたんですけど、KO プロポの RSX3110 とか、3話の HVS702 とかがっつりヒットしましたね。で、タミヤの TSU03。これだといい感じにここ避けてくれるんですよね。でもやっぱデジタルサーボ使いたいので、一番可能性があるのは、まあサボックスだったらワンチャン、ここのサーボの軸とサーボホーンの隙間にスペーサーを入れれば、ギリギリまっすぐ向いてくれそうな気がする。ちょっとやってみよう。いけっかな。はい、ここに 0.5mm の SIM を入れつつ、それでもちょっとヒットしちゃったんで、削りました、ケースを。で、ついでにサーボマウントなのかな、つけました。これでね、やっていこう。だいぶ形になってきましたね。それではここから例の袋、ダンパーですね、やっていこう。今からタイヤですね。で、ちょっと注意点があって、このタイヤ、回転方向の指定があるので、ご注意ください。ということで、右前から組んでいくよ。
はい、できました。いやー、これはいいね。歴史とロマンと芸術だね。まあ、前方から見ていきましょう。このダンパーマウント、真ん中から両サイドに伸びていく現代のスタイルではなくて、前方にこう伸びていく感じ。ここがね、私大好きなんですよね。そしてやっぱり忘れちゃいけないラック&ピニオンのステアリング。組んでしまったら見えないし、切れ角が制限されちゃってる部分もあると思うんですけど、この独特な構造を見るとワクワクしちゃいますよね。でも結構砂利とか噛みそうな気がするので、そこは要注意ですね。あとこれ組んでて思ったんですけど、裏からビスを入れる部分ってここのバンパーの一撃しかないんですよ。なのでネジが潰れる心配もほとんどない。すごいこれ工夫されてるなって思いましたね。でリア周りはブーメラン系と同じだと思うんですけど、80年代のタミヤ 4WD バギーの構造、味わい深い。ちょっとコツがいる部分はありながらも組み立てやすい印象でした。でここに美しいデザインのボディが乗ると、なんか空気の流れが見えてくるね。でボディの搭載方法、これがまた独特で、リアがフックになっててピンは前だけ。この構造もまたすごくいい。カラーリングはですね、ビッグウィッグを初めて見た時から決めてました。どうしてもあの頃のウィリアムズなコントラストだなっていうイメージだったので、 FW14 をイメージして塗ってみました。かっこいいでしょ。満足です。ごちそうさまでした。マジで嬉しいな、これ。なんといっても、タミヤ電動 RC 生誕10周年特別モデルということで、1986年に登場したマシンなので、これをこの時代に新車で触れるっていうのはね、大変光栄に存じます。いやー、しかし走らせたいけどもったいない。でも、走らせないともったいない。嬉しい悩みでございますね。ということで、今回はここまで。今から一人でこの子をじっくり眺めながらめでる時間をいただこうと思います。終わりー。